16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は頸椎の安定性、不安定、この首の安定と不安定ということについてどんな意味があるのか、そしてそれには枕の硬さが重要ですよっていうことをお話していきたいと思います。では頸椎の安定不安定という説明をする前に、まずこの首の構造、どんな形でどんな素材で首ができているのかということについてお話したいと思います。首を構成している要素、どんなものがあるかご存知ですか？はい、骨と椎間板と神経ですね。その通りです。重要な素材としては首の骨、椎間板、神経なんですけれども、それ以外にも実は関節とか靭帯とかたくさんの構成する要素があるんです。何のためにこのようにしっかりといろいろな素材で首というものが構成されているのかっていうことをお話しします。この首の構造、重要な首の役割というのは、この中に入っている脊髄神経、脳からの命令を首の脊髄神経を通して手足にその連絡を伝達している重要な神経という場所があります。この神経はもし何にも守られることがなかったらとても傷つきやすい部分なんですね。でも周りにこのしっかりした硬い骨、そして椎間板や靭帯があるので周囲を支えてくれているわけです。いわば安全な周りのガードの中に大事な神経が入っているという構造をしています。一方で、もしこの骨がこちらに図示しましたが、一個ずつ分かれたバラバラの骨でなくて一塊だとしますよね。棒のように一つの塊の骨だとしたらどんな問題が起こってしまうと思いますか？首が曲がらなくなるんじゃないでしょうか。首を曲げることも回すこともできなくなってしまいますよね。それって日常生活にとっても不便だと思いませんか？そうですね。そうなんです。このようにもし首が安全で、しっかりするために一本の硬い一塊の骨だとしたら、首をいろいろ日常生活で使うことが難しくなってきます。ですので一定のしっかりした管として固く守ってくれはするんだけれども、一方で柔軟にフレキシブルに動けること、これを同時に叶える必要があるんです。そのために、骨と骨の間には椎間板という軟骨があって、骨と椎間板によってフレキシブルに首を動かすことができるわけです。その管の中には大事な赤で示した脊髄神経という神経が走っています。この神経が先ほども申し上げたように、脳で感じたり考えたことを手足末梢に、指令を出していく、その大事な通り道になっているわけですね。この脳、頭蓋骨の中の脳から首から胴体までのいろいろな部分に神経を伝達させる、その通路、つなぎ道と考えてください。これが首の構造、首の役割です。首の構造はよく分かりました。首が不安定だとどんなことが起こりますか？もし首がぐらぐらと不安定になってしまうと、骨や椎間のみならず中の神経も一緒に揺れてしまいます。もし怪我などで大きな外力でバーンと首が揺れたりすると、周りの骨の壁に神経がぶち当たってしまって神経が傷ついたり、一方で年齢とともに首の中にこのようにトゲが出てきたり、
この椎間板が潰れて後ろに飛び出したりして、年齢とともに神経に悪い刺激を与えてしまうような要素がたくさん生まれてくるんですね。首が年齢とともに変形するじゃないですか。変形や病気によって神経を痛めてしまうような要素が増えてくると、容易にこの神経が傷がついてしまうんです。もし一時的に短時間神経に悪い刺激がいったとしても、その悪い刺激を取り除けば神経は自力で回復します。でも何度も何度も繰り返し悪い刺激が加わったり、長時間神経を締め付けたりすると、この刺激を取り除いても元の神経のいい状態には戻れなくなってしまうんですね。それって怖いじゃないですか。なので神経に対する刺激、悪い刺激を与えないことが、予防することが大事なんです。この神経の刺激について分かっていただけましたか？はい、よくわかりました。寝ている時の枕ももしかすると大事ですか？良い点に気づきました。この実は起きている時というのは、ご自分で首の姿勢が痛い、しびれる症状が起こった時に回避することができますよね。悪い姿勢で痛みが出たら、姿勢を良くしなきゃいけないんだな、姿勢をちょっと変えてみようということが起きている時、目が覚めている時だったらできます。でも寝ている時はどうでしょうか？ぐっすり眠ってしまうと、寝ていてちょっと不具合を感じてもなかなか覚醒して体勢を変えようとか枕を変えようとかしないですよね。できないですよね。なので寝ている時、意識がない時はより一層予防ということが大事になってきます。そもそも合わない枕を寝る前に使ってしまって、夜中で痛くて我慢しながら寝るのではなく、寝る前から睡眠の環境をしっかり整えて、いい環境で首が不安定にならないようにして寝ていただくことが肝要なんです。枕は寝る時の姿勢を決定してしまうものだからこそ、寝る前にきちんと整えるということが大事なんですよ。首の不安定と枕の関係、分かっていただけましたか？はい、よくわかりました。首の安定ってとっても大事ですよね。はい、枕もすごく大事だったんですね。先生、僕は今日からこの首が不安定になる柔らかい枕はやめて、しっかりと高さが合っている、硬さもしっかりある、体格に合った枕を使うようにします。それでこそ頸椎が安定しますので、さまざまな首からの辛い症状を出すことが予防できるわけです。ぜひ試してみてください。はい。一方で最近はこのように縦横に凹凸のあるような頸椎安定枕と呼ばれるものが出回っています。私は整形外科医として、この頸椎安定枕というものを、海外の論文も含めていろいろ調べてみました。その中で分かってきたことは、寝る時にこの首の湾曲にぴったり合ってるカーブの枕を使うと頸椎が安定するので良いですよという結論が書いてありました。実際に私はそのような枕を何種類も購入していろいろ実験をやってみたんですが、ある事実が分かってきたんです。それは寝る時に首の下に当てて寝ると確かに上向きは安定します。でも人間って一晩中上向きで寝ているわけではないですよね。横も向くし、寝返りも打つし、動きます。こういった時に動きにくくなってしまうんです。つまり上向きだけで首が安定している枕を使うことによって横向きが合わない、また寝返りをしようと思うと寝返りが打ちにくいという事実が分かったわけです。皆さん、枕を購入するとき、インターネットでポチッと押して見かけがいい、ネーミングがいいから買ってしまうことってないですか？はい、よくインターネットで買い物をします。
その時って実物のものを当ててみたり体験することができなくて買ってしまうじゃないですか。それは寝具という繊細なアイテムにおいては少し危険もあります。ですので、しっかりした医学的根拠があるもの、コンセプトが科学的に正しいものをなるべく選んでいただけるようにお願いいたします。今日は頸椎の安定と不安定ということがどういうことなのかということを解剖も含めてお話をしてまいりました。私が開発した整形外科枕は一人一人の体格に高さを合わせ、そして表面をしっかり硬くしておりますので、じっとして寝る時のみならず、どんなに寝返りを打っても頸椎がぐらぐら不安定になることはありません。ですので、首の中にある大事なこの神経、これを痛めることなく一晩中寝返りが楽に打てるわけです。頸椎を安定に保ちつつも、人間の生理現象として必要な寝返りを十分打っていただける枕となっております。はい、今日のお話ご理解いただけましたか？はい、よくわかりました。僕が買ったこの首の形にかたどられた枕は寝返りが打ちづらかったんですね。勉強になりました。ぜひ自分に合った枕、頸椎の安定が大切ということを心に留めてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。